この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。どういうこと？翌日。どうした？所長はご自慢の回転椅子でうなりながらそろばんを弾いていた。あら。ダメだ。どう計算しても黒字にならん。おい司、未来には必ず黒字になるそろばんなどないのか？ありませんし、あったところで意味ないと思いますが。これじゃ今月も大赤字だ。いよいよ事務所を畳まなくてはならなくなる。それは困る。いつまでいることになるのか、いつまでいられるのかも不明だが、この、チェリー探偵事務所は今や俺にとって唯一の居場所。助手として、所長に協力してあげなくては。俺もこの事務所に曲がりかさせてもらう身ですから、家賃くらいは払わせてほしいんですが。助手から金を取るというのもな。そもそも金がないだろ、助手。どれくらい持ち合わせてるんだ？そうですね。確か財布には2万くらい。なんだ、たったの2万円。聞き流す所長。貨幣価値ってあるよね。かと思いきや、次の瞬間には目を向いて飛びついてきた。2万円？近いです、所長。もしかしたら1万9000円くらいだったかもしれないですけど。どちらでも構わん。この事務所の抱える借金は100円だ。それだけの大金があれば。100円ですか？それだけ？それだけだと？司、お前まさか成金か？富豪の御曹司か？ゴールドラッシュで一山当てたのか？どちらでもないですけど、家賃代わりに2万くらい払えますよ。でもあれなんだよな、残念ながら。まあ貨幣価値もそうだけど、紙幣の種類が全然違うからな。未来のお金だからな。うん。だってこの時代って100円も多分、小銭とかそういう概念ってあったかな？紙幣ってどうなんだったっけ？なんだと？目の玉が、飛び出んばかりに驚く所長。信じられないといった様子だった。所長は明らかに、金に目がくらんでいた。財布はここで、あった。ちょうど2万円です。毎度。そうして俺は取り出した1万円札2枚を手渡したわけであるが。お前、なんだこの札は。ふざけているのか？ああ、そうか。現代のお金はまだ生まれてないのか。しかも1万円札だと1万円の札はないな、よう考えてみたら。そんな高価な札があってたまるか。これはもしかして。しかもどうやら金銭感覚に明らかなズレがある。文学をたしなむ感じではあるんだけど、
言うほど頭は賢くはないんか。勉強ができる云々ではないみたいだね。俺の持っている1万円は所長の言う1万円ではないようだった。ちなみに100円というとこれになるんですけど、高価じゃないか。それにえらく綺麗だな。純粋に金属として売れるんじゃないかな。100円の場合。それは発行されたばかりのものですからね。ああ、でも銀じゃないですよ。うん。食い入るように100円玉を手のひらで確かめる所長。どれほど開きがあるのかまだ俺にはわからないが、おそらくこの時代では考えられないほどのギャップなのだろう。まあ、桁2個は、2個。3つくらいは変わるんじゃないかな。3つは言い過ぎか。100円がコインどうなっているんだ未来は。良くも悪くも貨幣の価値が上がってるんですよ。下がっとるんか関係ないか。単純に、この時代よりインフレが進んでいるというだけですけどね。ちなみに他の効果はこんな感じ。俺は小銭に入って、小銭入れに入っていた小銭を50円、10円、5円、1円と見せた。今でもインフレーションの時代と言われているが、その比ではないな。まさか1円が最低額なのか。そのまさかですね。1000円札もあった。こっちは野口英世です。野口英世、誰だそれは。まあそうなるよな。この時代じゃまだメジャーじゃないのかな。というかもしかしてまだ存命か。こっちの札はわかるぞ。あの新聞社を立ち上げて学塾を創始した福沢諭吉だろう。その福沢諭吉ですね。ただこのお札も近々変わっちゃうみたいですけど。大正時代の人に現代のお札事情を語る俺。面白いが何の役にも立たないかもしれない。ちなみに100円じゃジュース1本しか買えません。2020年の価値でですが。何の足しにもならん。というかこんな金は一銭たりとも使えん。お怒りだった。上げてから落とすような真似をして申し訳ない。期待した私が愚かだった。やはり銭は自分で稼ぐしかないということか。お伺いしますが、この時代の100円というとどれくらいの価値なんですか？サラリーマンが 2,3 ヶ月で稼ぐ金額だろうか。なるほど。現代に換算すると65、60万はいきそうだ。もし俺の財布の中身が両替できたとしてもまるで足らない。探偵業で稼ぐしかないわけですね。その通り。依頼さえ持ち込まれれば私の頭脳を遺憾なく発揮して報酬を受け取れる。なるほど。その依頼を持ち込んでくれる依頼人とやらを待つ俺たち。しかし一向に事務所のドアが叩かれることはなかった。つかぬことをお伺いしますが、所長。なんだ？依頼って毎日来るものじゃないんですか？今月はまだ2件しか来ていない。今月ってもう3月も27日ですが、というかその2件のうち1件ってもしかして、昨日の猫探しだが。やっぱりあれだった。どう控えめに聞いてもこれは閑古鳥が鳴くというやつである。もっと言えばもう1件は月頭の依頼だったから昨日は20日ぶりの仕事だった。
あんなんかごめんね。ボタン押してしまう。参ったなと。そりゃ参るでしょうね。というか、昨日の一件は折り紙が報酬だったわけですから、実質黒字も何もないというか。そうだ。だから昨日のような依頼をこれ以上受けるわけにはいかない。必要なのは何よりも金だ。どうやら所長は毎日相当暇をしているらしく、仕事がないのでは赤字も当然というありさまだった。それで紅茶を飲むわけやろ。というかリアルに考えて探偵業なんて、現代でも馴染みが少ないのに、そりゃそうだよな。この時代外国人女性が単身日本に来て探偵業をなんて勇気のありすぎる決断な気がもする。受け入れる土壌さえ整っていないのも間違いないし。謎を解く喜びこそ何よりの報酬などときれい事ばかりを抜かしてはいられん。銭がなければ生活もままならん。ホームズになりきれないところだな。どこかにいないのか。難事件を抱えていて金を無尽蔵に余らせている成金親父は。そんな都合のいい人がいるわけないと口走りかけたその時だった。あれ？客か？半月に一遍ほどしか叩かれないという事務所の扉がノックされる。まさか本当に成金親父が来たとでも言うのか？助手よ、最初の仕事だ。応対してこい。はあ。じゃあ行ってきます。子供、学生、若い女は容赦なく追い返せ。今金にならない依頼はいらん。所長の命を受け、俺は、ノックされた扉を開けに行く。はい、どうぞ。ごめんくださいな。するとそこにいたのは成金親父でもない爽やかなワンピース姿の女の子だった。チェリー探偵事務所というのはここで間違いないでしょうか？はい、そうです。なんかまた若い昨日の女学生さんと変わらなさそうな感じだ。うん。あどけない表情でこちらを見つめる女の子。少なくともここを訪れるのが初めてなのは確かなようで、勝手がわからないといった風に立ち尽くしている。あんな文字が入ってこんがやろ。すいません、少々お待ちを。はい。俺は体を翻し所長にこのことを報告した。また学生か。さすがにこれ以上の毒を積んでも空腹は言えん。丁重にお断りしろ。いよいよ助手らしいというか、ただのバイトみたいになってきた。すいません、残念ですが学生からの依頼はお断りしてまして。そうなのですか？眉をハの字にして彼女は困り顔でこちらを見つめてくる。すごく可愛いな、この子。お人形のようとでも言おうか。透き通っていて、それでいて柔らかそうな白い頬に通った鼻筋、小ぶりな唇、丸い眼。キュッとした小顔に、それら全てが完全なシンメトリーで配置されているように見える。
顔をまじまじ見るのも失礼だ。そう思いながらも、凛とした黒い瞳に吸い込まれそうな、心地さえした。かわいい。と、見とれてる場合じゃない。かわいそうだけど、俺の市場を挟むわけにはいかないし。困りましたね。よろずごと解決しますと表に書かれてあったのですけれど。そうなんですが、依頼には料金が必要で。ぬっと後ろから登場する所長。昨日の女学生と変わらない年頃の女の子。また猫の捜索でも頼まれかねない雰囲気を察したのか、彼女は咳払いをしてから言う。マドマーゼル、すまないがここはお子様の来るところじゃ。メリッサ、あなたもご挨拶を。ところが彼女は自ら背後に声をかけ、はい、失礼いたします。メイド？後ろから姿を現したのは一目でメイドとわかる格好をした女の子だった。その服装もさることながら、まず次女を従えているというのは時代背景を加味しても普通じゃない。私、依頼をしに来たのですけれども。依頼？メイドの存在を認識した所長は、メイドの存在を認識した所長。今度はワンピースの子を頭からつま先までじろじろと観察しだした。顔立ちこそ若いものの、その装いはどこか高級感あふれる。きめ細やかなその生地はおそらくシルク。身につけた装飾品もまた街で見かけるような、婦人たちより落ち着きのある、華美さを放つ。学生ではダメなのでしょうか？いえ、とんでもない。仰せのままにいたしましょう。この人絶対に身なりを見て判断した。この男は昨日入ったばかりの新入りでしてね、まだ事務所の作法が分かっていないものですから後でたっぷり教育しておきますので。めっちゃ言うやん。めっちゃ言うやんこいつ。まあ、しかも俺のせいにされてるし。一気にうやうやしくなった所長はそのまま女の子とメイドさんの2人を迎え入れ、依頼人用のソファーに座ってもらう。紅茶を出してくれ、ワトソン君。ミルクと砂糖もな。はあ、了解です。なんだか突っ込む気も失せてしまったので、ひとまず言われる通りにするのだった。して依頼とのことでしたが。ええ、小耳に挟んだのですけれど、探偵さんというのは何でも探し出していただけるとか。もちろんですとも。一息ついた俺たちは彼女たちの対岸となるソファーに並んで腰掛けていた。ただしメイドの子はというと、座るのではなく彼女の背後を守るように、立っている。つまるところ、これから商談が始まるらしかった。ですがですよ、マドマーゼル。探偵というのも家業の一つでしてね。ただでというわけには。ええ、もちろん存じております。メリッサ。はい、お嬢様。メリッサ。そう呼びかけられたメイドの子は手に下げていた小包から数枚の、紙束を取り出した。それをそのまま机の上に置く。
200円あります。成功の暁にはこちらをお支払いさせていただければと思いますが、どうでしょう。200円。200円。彼女がそう称した200円は、無論のこと、俺が想像するような200円では断じてない。20って書いてあるな。20円札ってことか。それが10枚。100円がだいたい俺で言うところの5、60万だとすると、100万以上。肝心の依頼内容こそまだ聞けてないものの、俺と変わらないだろう年頃の子がポンと出すにしてはあまりに過ぎた金額だった。足りませんでしょうか、探偵さん。足りるべさ。20円札初めて見た。200円お金いっぱい。所長聞かれてますよ。200円借金関西生涯こういう、ダメだ、完全に言っちゃってる。おそらく想定の遥か上を行かれたであろう大金を前に所長の脳みそがパンクしてしまっていた。仕方ないので俺が話を継ぐ。そういえばまだお名前をお伺いしてませんでしたね。あら、そうでした。失礼。私は白出東子と申します。こちらはメイドのメリッサ。メリッサです。よろしくお願いいたします。俺は風見司。一応ここの助手を務めています。そしてこちらがここの所長だ。探偵さんとでも呼んでもらおう。あ、復活した。わかりましたわ。それでご依頼の件ですけれど、このお金で。いいに決まってますとも。このチェリー探偵事務所の総力を挙げて事件解決に努めさせていただきます。まあ、大変ありがたいですわ。大船に乗った気でいてください。私にかかればどんな難事件もお手の物です。まだどういう依頼か聞いてないんだけど、大丈夫かな。探偵さんはやっぱり数々の事件をこなされてきているのですね。無論昨日も警察に泣きつかれ、あわや迷宮入りと言われた事件を片手間に解決してきたばかりでしてね。よくないな。嘘ばっかり。それほど凄腕の探偵さんでしたら、マリモを探すなんて造作もないことかもしれませんわね。マリモ。当然ですとも。マリモなど私の秘蔵のルートを使えばすぐに見つかります。マリモ。ようやく飛び出したそのワードこそが依頼人、白井でやったっけさんの、要求するものらしかった。頼もしいですわ。最近になって発見された珍しいものと聞きまして、学者のおじさまが大層欲しがっていましたの。北海道行かなあかんやつか。じゃあマリモ、それはクリオネか。マリモってどこにおるんやろ。なるほどなるほど。私も小さい頃からお世話になった方ですから、今度の誕生日にお渡ししようと考えていたのですけれど、困ったことにおじさまのお誕生日は3日後に控えておりますの。それまでにお渡しいただけるでしょうか。なんで問題ありませんよ。何せ200円の仕事ですからね。3日と言わず今日にでも
手に入れてお嬢様にお見せしたいところです。こいつよく今まで生きてこれたな。にしても、所長は本当に余裕そうだ。何か当てがあるっぽいかな。その後も話はトントン拍子で進んでいき、最終的にはやはりチェリー探偵事務所が、マリモを入手して、白井さんに渡すという依頼に相なった。そしてその報酬は200円。なんと所長の抱える借金の倍額である。では良い知らせをお待ちしておりますわ。任せておいてください。200円のためなら竜の首の玉でも探し出してみせましょう。人間って愚かだな、すごく。それでは失礼いたします。事務所を立ち去る、白出さんとメリッサさん。お嬢様と月のメイド。いかにもブルジョワといった雰囲気の彼女たちは、成金親父でこそなかったものの、所長の求む最高の依頼人だった。はあ、まさか白出家のご令嬢が来られるとはな。ご存知なんですか？高名な旧家だ。そんなところから依頼が受けられるとは願ったり叶ったりじゃないか。まさかこんな都合のいいタイミングで来るなんてですね。200円神は私を見放してなどいなかった。というかさ、なんだろう、あんまりこういうこと言うのもあれだけどさ、多分ね、こっから、このストーリーの終盤に向けて、なんかもっとね、壮大な、そしてちょっといろいろ練り込まれた、謎っていうのがね、謎か問題か知らんけど、そういうのが、巻き起こるわけじゃん。その時になって、これくらいのポンコツ所長で、なんとか成立するんかな。どうなんだろうね。わからん。謎だ。成立するんかな、ちゃんと。わからんな。例えば、シャーロック・ホームズってさ、ね、世間とずれとるだけでさ、それ自体は別にさ、なんか、ポンコツとかそんなわけじゃないねか。ただ単にその感性というか価値観がずれすぎとるっていうだけでさ。で、周囲からは奇人変人に思われとるけど、みたいな。思考力はまともみたいなさ。そういうなんか、その別のベクトルの話があるやん。けどこっちの場合ってほら、別のベクトルではなく、ただ単にポンコツなだけやからさ。それで、なんか急にそのシリアスシーンになって、なんかその真面目な思考を働いてみたいなことになったら、そのギャップで、なんか、散らからんかな？大丈夫かな？大丈夫なんかな？油断するとまた金に目がくらむ所長。何はともあれ、いろいろな苦境を解決できそうで何よりだ。しかしさすがですね、所長。秘蔵のルートでしたっけ？それがあれば、もう報酬金はもらったよ、報酬金か。はもらったようなものじゃないですか。秘蔵のルート？だからマリモですよ。すぐに見つかるって言ったじゃないですか。あれ？まあそうだよな。どうしてそこで黙っちゃうんだろう。どうも雲行きがおかしい。お嬢さんの探しているマリモ、今日にでも見せられるかもなんて話してましたよね。話したような気もする。背筋に伝う嫌な汗。その悪い予感はもはや必然とばかりに的中する。つかさ、マリモとは何だ？やっぱり。
この人の言うことはあまり信じない方がいいのかもしれない。